なんと、昨日バージョン 1.7.0 のアップデが来たので、早速アップデ内容を手短に説明した後、いつものものづくりに移るという流れでお送りします。今回のアップデで重要なのは、なんといっても設計図機能ですね。とりあえずゲームの中に行きましょう。ちなみに、セーブとロード画面がわかりやすく色分けされて、操作を間違いづらくなっていました。私もたまに間違えていたので、この変更は嬉しいです。そして、お待ちかねの設計図機能ですが、システムから設計図を選ぶと、設計図の画面が出現します。この画面を掴んで、青いレーザーを設計図に登録したいものに当てて、そのまま結合ボタンを押すと、設計図に画像と一緒に登録されます。そして、設計図に登録したものを複製したい場合は、複製したいものを選んで、黄色いサークルを出した後、黄色いサークルの中に材料とバッテリーを置きます。そうすると、設計図の画面を持ったまま、結合ボタンを押すことで、バッテリーの電力を消費して、黄色いレーザーの先に、複製されたものが出現します。黄色いサークルの中に出すと、出したものが材料になって、他の場所に複製されるので、電力を消費して、ワープする感じになります。なので、レーザーを黄色いサークルの外に向けて、結合ボタンを押して、材料にされないようにしましょう。ちなみに、設計図の元になったものの色が優先されるようなので、材料が黒く焦げていても、出力したものは焦げていませんし、こちらのザオキャラのように、焦げたものを登録して、焦げていないものを材料にすると、焦げた状態のものが出力されます。これは助かりますね。そして、この設計図は、独立したデータになっているので、プレイヤー間で共有することもできます。公式ディスコードサーバーに、専用の共有場所もあるので、欲しい設計図のデータがあったら、コメントなどで教えてもらえると嬉しいです。それではいつもの動画に戻りましょう。いい感じに旋回を始めてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高機動飛行機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな仕組みを搭載して、クイックに旋回してみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはプロペラからですね。両軸化した2つのモーターを使って、それぞれの回転を制御するために、こうやってモーター同士を電気を通さない木のかけらでつなげたら、地面に固定してプロペラをつけましょう。こちらはホバーボードの時に使ったものを流用しました。さらに、古代の合金とベアリングの部品を使って、それぞれのモーターを回す回路を下側に寄せてみました。これで、プロペラに干渉せずに、それぞれのモーターに電気を流すことができるようになるはずです。こうやって回路にバッテリーをつなげてみると、干渉することなく、狙ったモーターを回転させることができています。この片側だけプロペラを回した時の反作用を利用して、機体を傾かせることで、クイックに旋回させるのが新しい仕組みですね。このプロペラを上の方に水平に配置したら、プロペラの前に私が乗るための操縦席を作って、そこからプロペラの前後同時回転と、それぞれの個別回転が、一つの操縦桿だけでできるように、回路とスイッチを作っていきましょう。
かなり難しそうに見えますが、前回のドリルドカーと同じように、電気を一方向にしか流さない大鉄鋼を利用して、両方回すための回路を組むことで、普通にスイッチをオンにすれば、両方のプロペラが回転、左に傾けると、後ろのプロペラだけが回転、右に傾けると、前のプロペラだけが回転するようになりました。これでプロペラの反作用を利用して、機体を傾けられるはずです。ここから、バッテリーを16本に増やして、もう一度ちゃんとプロペラが動くか、試してみましょう。そうすると、なんと、前側のプロペラの回転が、後ろ側より明らかに速くなっています。一体どういうことでしょうか？回転数を見てみると、前側が 171rpm、後ろ側が 67rpm と、2倍以上違います。多分、前側のモーターに2つ、電気を通すベアリングのガーリンが、ついているせいだと思うので、後ろのモーターの軸にも、細い古代の合金を2本くっつけてみました。この状態で、スイッチをオンにしてみると、ダメですね。回転数は変わりません。どうやら、ベアリングの軸から、ベアリングのガーリン、そしてモーター本体の経路で、電気が伝わっているので、回路の端っこである、モーター本体につける金属を増やさないと、パワーは変わらないみたいです。なので、こんな感じで、モーター本体部分に、2本の古代の合金の棒を追加してみました。この状態で、スイッチを入れてみると、2つのプロペラが同じくらいの速さで回転してますね。回転数を測ってみると、後ろが 93rpm、前が 94rpm とほぼ同じです。これで回転数が違う問題は解決しましたね。もちろん、私が運転席から操縦桿を左右に傾けることで、回転するプロペラを片方だけにすることもできました。片方だけ回すと、一気に回転が速くなりますね。これだけ回れば、反作用にも期待できそうです。これでプロペラと操縦席の部分はできたので、ここからは、翼などの足りない部分を作って、飛べるようにしていきましょう。こうやって、2セットの木の板を、同時に斜めにくっつけて、主翼に角度をつけるための軸を作ったら、操縦席の横につけて、草を16枚重ねた主翼を2枚追加しましょう。その後は、草を10枚重ねた垂直尾翼と、同じく草を10枚重ねた水平尾翼を追加しました。そして、地面を滑走するためのタイヤを3本と、持ちやすい操縦桿のグリップをつければ、高機能飛行機の完成です。早速操縦席に乗って、スイッチをオンにしてみると、よし、少し進んで、離陸してくれました。でも、上向きになりすぎですね。それでも、ハンドルを右に回して、右に旋回しようとすれば、右にクイックに旋回してくれますし、逆に左に回せば、いい感じに左旋回してくれます。でも、上向きから抜け出せず、くるくる旋回した後、バランスを崩して、壊れてしまいました。もう少し改良しましょう。中央のスイッチを大きくして、プロペラを同時に回転させやすくしたら、上に向かいすぎるのを防ぐために、水平尾翼に使う草の板の数を、10枚から5枚に減らして、角度をつけずに水平に取り付けました。この状態で乗ってみると、いい感じのスピードで離陸して、
まっすぐ飛んでいます。かなりの距離をまっすぐ飛んだので、この辺で操縦桿を右に回して、右旋回してみましょう。そうすると、後ろのプロペラが減速して、いい感じに旋回を始めてますね。微妙な角度ですが、しっかり右側に機体が傾いているのがわかります。翼が横に広い飛行機だと、ここまで傾けるのは結構難しいので、プロペラの反作用が傾ける手助けをしてくれているみたいです。ちなみに、プロペラが両方回っている時の方が、プロペラが片方だけ回っている時より、推進力は強くなるみたいです。動力に使うプロペラの枚数が減るので、当然といえば当然ですね。そのまま飛行していると、ここでバッテリーが切れました。バッテリー切れの状態でも、結構コントロールしやすいですが、海の上だったので、そのまま海に落ちてしまいました。今度は、カメラの位置を固定して、旋回を見やすくしましょう。なかなかのスピードで離陸して、まっすぐ遠くまで飛んだら、左に旋回してみます。これだけスピードが出ているにもかかわらず、結構小さい半径で旋回することができてますね。ちゃんと普通の飛行機より高機能と言えるんじゃないでしょうか。そして、飛行中にスイッチをオフにすることもできるので、開けた場所があれば、着陸もできました。再びスイッチをオンにするだけで、もう一度離陸できます。まだ上に向かう癖はありますが、なかなかいい動きですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。スイッチをオンにすれば、一気に加速して、離陸してくれます。この時の最高速度は、秒速15メートル、時速54キロくらいでしたが、追い風の時は、秒速20メートルを超えることもあったので、それなりに速いです。操縦桿を傾けて、左に旋回しようとすると、風の影響もあったのか、かなり派手に旋回してくれました。でもあまり安定性はないみたいですね。それからも、飛行し続けて、バッテリーが切れてきました。この時、ちょうど陸地が近かったので、無事に着陸できました。しかし、機体が後ろに下がって、海に入ると、真っ二つに弾けてしまいました。こういうこともあるんですね。ちなみに、水平尾翼の角度を、機体が下向きになる角度につけて、飛んでみると、機体が激しく上下に揺れながら進みます。ホバーボードの時と同じですね。これではまともに操縦できません。そして地面にぶつかった衝撃で、壊れてしまいました。水平尾翼の角度は元に戻して、高機能飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。スイッチをオンにして離陸したら、そのまままっすぐ、バッテリー切れまで進んでいきます。しかし、その途中で、いきなり機体が暴れ出しました。特に何もしていないはずですが、こういうこともあるんですね。暴れる機体から、放り出されないように、しがみついていましたが、そのまま高度が下がってきて、派手に壊れてしまいました。ちょうど陸地も近かったので、フライトはここで終了にしましょう。それでは、たくさん空を飛んで疲れたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、高機能飛行機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。
今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバイ。